いうことで、もう本当に早いですね。2026年ももう半分終わってしまったということで、私は上半期のベストバイを動画にまとめてみたのでご紹介していきたいなと思います。年末のベストバイはランキング付けしてトップ10で発表したんですけど、今回はもう上半期に買ってよかったものをババババッとたくさんご紹介したいなと思ってちょっといろいろ集めてみたので、順番とかはあまり気にせず、もう良かったものをどんどん共有していきたいなと思っています。もう本当に幅広く美容系、日用品系、ジュエリーとかも入れてみたので、ぜひ最後までご視聴お願いします。はい、ちなみに季節によって結構入れ替わりがあるので、お洋服はちょっと省いています。ということで長い動画になりそうな気がするので、サクッと進めていきたいと思います。それでは早速スタート。じゃあまずは今期私が一番お買い物した美容のジャンルについてご紹介していきたいなと思います。まず一つ目、じゃーん。ファンデーション。商品名がマキアージュのエッセンスリキッド EX ブライトグロー。私が使っているのは05番のピュアピンクというカラーです。SPF30 PA4 プラスという日焼け止め効果も入っているんですけれど、なんといってもこの商品の魅力はグルタチオン入りというところかなと思います。私が美白のためにグルタチオンが大好きっていう話をすごいしてて、その雑談動画だったかな、そこで視聴者さんに教えていただいて買ってみたところすっごくよくって、もう今はこれしか使ってないっていうぐらいお気に入りの商品です。ありがとうございます。もともとこれに出会うまで使ってたこのフィーのファンデーション、大好きなファンデーションがあるんですけれど、これと似たような感じですっごくものすごく明るいカラーラインナップのファンデーションになっています。ちょびっとだけ出すんですけど、こんな感じでかなり薄いカラー、実際肌の色よりもちょっと明るいぐらいの色合いになっています。私はトーンアップ優先なので明るめのカラーにしていて、かなり薄膜なので塗ってる感が嫌いっていう方にすごくおすすめです。本当に薄好きなので、そこが私的にファンデーションを塗るストレスがなくっていいなと思っています。これのいいところは、ピュアピンクっていうことで若干ピンク味があるので、真っ白、病的な真っ白な感じになりすぎないんじゃないかなって思って、そこが気に入っています。なんか青みっぽい真っ白じゃなくって、どこかピンク味がある血色感っぽい明るさがあるので、そこがすごく気に入っています。美容液でファンデ成分を包み込んでいるっていうような商品になっているので、美容液が肌にずっと触れる、ずっとつけていても肌に悪くないっていうところもこのファンデーションの魅力ですごく愛用してます。量的にも多分ちょっと小さめのサイズ感かなと思うんですけど、これもすごくいいなと思ってます。大きいボトルのファンデーションってなかなか使い切らなくって、ずっと同じものを使い続けるってなりがちなんですけど、このぐらいだと旅行とかにもそのまま持っていけるし、比較的早く買い替えてまた新しいものを使えるっていうところもいいかなと思ってます。3960円ぐらい。本当にプラスチックのケースなので軽くて、もう私持ち運びもそのまましやすいところが地味に気に入ってるところです。じゃあ次。じゃじゃーん。はい。こちら私がずーっとおすすめしてる SK2 のフェイシャルトリートメントエッセンス一般肌用化粧水です。今年は SK2 デビューをして最初小さいサイズのお試しセットみたいなものを買ってたんですけど、ついに使い切ったので大きいボトルに移行しました。230ml っていうサイズ展開3つあるんですけど、一番大きいもの3、4ヶ月とか半年近く持つよっていう風に教えてもらいました。私これを SK2 を使い始めた最初の頃に結構乾燥が気になるような気がするっていう風に言ってたんですけど、多分シンプルにつける量が少なかったっていうのもあったみたいで、量をたくさんつけて3回ぐらい重ね付けをするっていう風にすると、もともと効果を超絶感じてたんですけど、より一層肌のコンディションが良くなったなっていう気がして、もう手放せないアイテム。これ本当にお高くって、1本で3万近くするんですけど、ちょっとお得にイオンで買えたりとか、タイミングによっては美容液だったりおまけみたいなミニボトルがついてるセットが出てる期間とかがあるので、そういうタイミングを調べて駆使して
買ってずっと使い続けていきたいなっていうようなもう超信頼アイテムで、正直これを毎日朝夜使ってるっていうわけではなくって、ちょっと違うものを入れてみたりとか、これにさらに他の化粧水を重ねてみたりとか、いろんな使い方をしてるんですけど、もう本当に2日に1回は絶対使わないと心配になるし、やっぱこれを使ってると肌の張り感とか柔らかさとかが段違いだなと思う、今年本当に出会ってよかったベストバイな商品になります。多分いろんな口コミ見てる感じだと30歳以上とかの方の方が合うんじゃないかなって思います。合う人と合わない人すごく差があるみたいなので、気になる方はぜひ試してみてください。私的には顔の張り感がなくなってきてるのが悩みだったんですけど、そういう人にすごくいいと思う。じゃあ次、これじゃん、エスト、こちらのメイク落としご紹介します。これも本当によくって、商品名がエストのナーチャリングクレンジングセラム、こすらずに落とせるっていう商品になっています。これを手に出して肌にのせるんですけれど、肌にのせるとなんかじゅわっと浮き出てくるような感じ、メイクの油が浮き出てくるような感じがすごく肌に優しいなって思うお気に入りのクレンジングです。エストの商品って初めて使ったんですけど、でこれがあまりに良かったので洗顔とかも欲しいなと思ってちょっとチェックをしています。何もこすらなくてもメイクが浮き出てくるっていうようなイメージを持ちすぎるとちょっとギャップがあるかもしれないんですけど、本当に肌にのせて押さえた時になんて言えばいいんだろう、ちょっと説明が難しいんですけど、なんか毛穴からじゅわっていう感覚があるんですよね。ちょっと難しい。なんか肌がすごく柔らかくなるような気がするし、肌に優しい気がする。私的にメイク落としでこんなに感動したのは初めてだったので、ちょっとランキングに入れてみました。次。はい、どんどんいきます。じゃあこちら。じゃーん。シェーディングペンシルです。ルナソルの商品なんですけれど、ルナソルシークレットシェイド01番。カラーがニュートラル。こういう感じの繰り出し式になっていて、私はこれをノーズシャドウ、鼻筋を高く見せるような感じに描いたりとか、鼻先をちょっとスッと鼻の先端削って、小鼻のところ削ってみたいな使い方をするのと、下唇の下に影を作るような感じで引いたりします。あまり黄身が強すぎないブラウンのようなグレーのようなカラーなので、本当に黄身っぽさが少ないっていうところがすごく気に入って使っています。ここの線も細いので細かいところに使いやすい。パウダータイプのシェーディングをブラシで取って塗ろうと思うとなんかちょっと濃くなりすぎちゃったりとか、細かい動きができなかったりっていうのが気になるので、そういう時にこれだとすごく使いやすい、狙ったところにピンポイントで描けるなっていうのがいいなと思ってます。私の場合はこれで引きたいところに影を入れて、それをノーズシャドウブラシで適当にポンポンとぼかすっていうので、あまり濃くなりすぎないように鼻根発掘したりしています。次、こちらです。ロージーローザのブラシです。商品名はマルチフェイスブラシとかだったと思うんですけど、私はこれをチークブラシとして愛用してて、形的には多分シェーディングに使うような斜めのカットになっているブラシなんですけど、これをチークブラシとして使うことで目の横ぐらいから頬のところまで斜めに全体的に色を入れるっていうのが最近私的にはハマっていて、このチークの部分だけを色をつけるっていうよりも血色を全体的に良くするようなイメージ、余白を埋めてすごく広い範囲にチークを塗るようにしているので、そういう時に一般的なチークブラシっていうような形のものよりも目の下ここに沿ってすごく綺麗にぼかしやすく綺麗に塗りやすいなっていう風に思って、これをチークブラシとして使っています。この斜めのところでかなり顔の広い範囲色を薄めにつけた後に、この先端のところだけをここですね、こっちの方だけを取ってここで塗ることで、この目の下あたりとか頬の一番高いところあたりだけちょっと濃くしたいので、そこはこの面を高くなってる面だけを使って塗るようにするとちょっと濃いめにつけられたりもするので、そういう感じで使っているお気に入りのブラシです。
これ価格がそこまで高くないので、多分2000円ぐらいだったと思うんですけど、デパコスとか、ちょっといいブラシだと4000円、5000円、もっととかするんですけど、やっぱりロージーローザはお手頃なので、そこもすごくいいなと思って愛用しています。この木の持ち手もすごく高級感があっていいなと思います。はい。で、そんなチーク、最近の一番のお気に入りはこちらです。おまけサイズなので、ちょっと小さいサイズなんですけど、VDL のチークステインブラッシャーカラーが01番のバウンシングピーチ。こんな感じのベビーピンクっていう感じ。結構薄付きなので、これを何度も何度もグリグリ塗るような感じにはなるんですけど、初心者には結構使いやすいんじゃないかなと思います。ドバッとついて取り返しがつかなくなるよりも、薄めのカラーをちょっとずつ塗るっていうのが私的には塗りやすかったりするし、このベビーピンクカラーがすごく可愛いなと思って最近の流行り、私の中のマイブームになっています。チークを濃いめにするっていうのが結構楽しいなと思っています。で、今のこのチークと一緒につけることが多いんですが、こちらミルクタッチのマットリップ。こんな感じのマットな質感なんですが、わかるかな？サイドが気持ち低めな、本当にこのパケの雰囲気のまんま、桃の皮みたいなパサッとした感じの質感になるのがすっごく可愛いな。基本的にはツヤツヤが似合うようなタイプなので、あんまりマットなリップとかは似合わないんですけど、やっぱりマットを使いたいなって思った時に、私的には使いやすいような、あんまり乾燥しすぎないので、バリバリになりにくいっていうのもいいなと思ってて、カラーはちょっと顔お見せできないので、ネットで見ていただきたいんですけど、TWICE のジヒョがアンバサダーをしていて、それの写真とかを見てすっごく可愛いなと思って、このカラーを選びました。めちゃくちゃ可愛いのでおすすめです。いきます。じゃーん。クレドポーポーテのパウダーです。ナーズのフェイスパウダーを使ってたんですけど、ナーズに代わる何かいいフェイスパウダーないですかっていうのでずっと一時期大騒ぎしてて、その中でご紹介もしてもらって挑戦したパウダーになってます。しばらくこれをリピートしてずっと使いたいなと。プードルトランスパラント N。で、サイズがスモールで少し小さめのサイズになってます。6930円で試しやすい金額だなっていうのもいいかなと思います。通常サイズはもっと大きくて1万超えてくるので、初めて試してみたいなっていう方にもいいかなと思います。で、付属のこのパフ。こちらもすっごく使いやすいんですけど、フェイスパウダー、ブラシが好みなので、ケース開けて、パフはどかして、ブラシでつけることが多いです。もう一個、資生堂のパウダーを使ってみたんですけど、それよりも、こちらのクレドポーの方が私的に好みでした。で、このパッケージもなんかすごくこのネイビーのカラーがお上品で気分がいいなと思ったりしてお気に入りのパウダーになっております。じゃあ次、クレドポーボーテつながりで、こちら、美容液、クレドポーボーテのルセラム2。こちら、このパッケージがものすごい高級感を放っているんですけれども、これはですね、やっぱり良かった。ただ、恐ろしい価格帯なので、やっぱりデイリー使いというよりは、ちょっと肌が疲れてるなとか、最近大変だったなっていうような時のいたわりアイテムみたいな感じで使うようにしています。50ml で3800円ですからね。恐ろしい。導入美容液、ファーストステップ美容液なので、化粧水の前につけるタイプの美容液になっています。肌の美しさへの源へアプローチし、肌本来の美を呼び覚ます。まるで生まれ変わったかのような新しい輝きに満ちた肌へ。乾燥による小じわを目立たなくしますということなんですけれど、やっぱりこれすごくふっくら感が出るような商品になっているので、
今言った乾燥による小じわとかもそうだし、肌が疲れてちょっとボリューム感がないな、張りがないなっていう時とかにじっくり塗り込むと、なんか元気が出てきたなっていうような感覚を感じられるので、やっぱり高いなりにいいアイテムだなと思って愛用しています。お化粧台にこのボトルがあるだけですごくテンションが上がるの。そういう意味でもいいし、やっぱり性能としても抜群にいいし、大切に少しずつ使っていきたいなと思う商品になっています。これすごく香りがいいので、そこも癒されるなと。フレドポーボーテのスキンケアラインは香りが本当にいい。スキンケアが楽しくなるような、そんなきっかけになったアイテムでもあります。じゃあ次。じゃーん。メイクブラシクリーナーです。私は Amazon で購入したんですけどですね、千葉ゆかさんが YouTube でご紹介してる動画を見て、私もそれで知りました。私これを使うまでは適当に100均のメイク落としクリーナーを使ったりとかしてたんですけど、なんかこれすごく落ちやすい。なんか本当にさっぱり新品みたいに綺麗に落とせる感じがあって、すごく気に入っています。白雲堂って読むんですかね。500ml で3729円と。まあ激安っていう感じでもないかもしれないですけど、楽ちんなのでメイクブラシを洗うのって結構めんどくさかったりするんですけど、なんか楽しみながらできたりする。リビングでドラマを見たり映画を見る時とかにメイクブラシを洗いながら見たりするんですけど、この専用カップにこのクリーナー、この液体を指定の線まで入れて、ブラシを入れてシャカシャカするような感じで落とすっていう商品になってます。あんまりいろんなメイクブラシクリーナーを使ったわけではないものの、もうこれをずっと使い続ければいいかなって思うぐらい結構気に入って使ってます。本当に新品みたいな感じのふわふわ感がキープできるので、ぜひチェックしてみてください。はい、じゃあ次、こちら、ホットビューラー。これも Amazon で購入しました。金額が2300円ぐらい。これのいいところが 2way になってて、ここに後ろ外せるようになってるので、私ここに爪引っ掛けたくなくて、眉カット用のハサミとかで開けてるんですけど、こういう風にパタッと倒れるようになってて、ここを押すと普通のビューラーのような感じでまつげを挟んであげられるっていうような商品になっています。なので本当にビューラーみたいな感覚で根元から立ち上げられるっていう、この下の方に一般的な感じの形状のホットビューラーもあるので、私は上のまつげの方はこちらでビューラーの感じで持ち上げて、下まつげはこれで目の下だけちょんちょんと。今まで普通のビューラーだけ使ってたんですけど、結構まつげが立ち上がりにくいタイプ。朝一はまあまあ上がってても、やっぱり昼過ぎとか夕方には完全に下に下がりきってしまうっていうようなタイプだったんですけど、ホットビューラーを使うようになって、やっぱり普通のビューラーより立ち上がりもすごくいいし、キープされる時間も長くなったなと思って、ホットビューラー、2000円ぐらいで買えるので、ほんと買ってよかったなと思います。で、ここに電源ボタンがあるので、長押しすると電池がつくんですけど、これをポンと押すと75、55みたいな感じで、3段階調整ができます。点滅じゃなくなったら、使えるということで、もう使えるようになってます。本当にこの立ち上がりの速さが忙しい朝に結構便利でおすすめです。で、今これ上の方だけが熱くなってるんですけど、こちらの方を温めたい時にはこの下の矢印を押すとまた点灯しだして、今度は下の方が温まってくるようになっています。充電式になってるので、ここの横のカバーを外すとタイプ C で充電ができます。充電が結構持ちがいいので、1回充電するとかなり使えます。でも1、2ヶ月ぐらいは充電せずにここまで使えてるので、すごくそこもいいなと思ってます。はい。じゃあ、ちょっと美容系が長くなりましたが、次行きたいと思います。こちら。私のセカンドピアス、こちらをおすすめしたいなと思います。すいません、ちょっと画像は差し込みますけれど、楽天で購入したこちらの一粒ダイヤのピアスがすごく気に入っているので、ベストバイにあげてみました。金額が 15,840 円。一粒ダイヤモンドピアスで、プラチナ。カラット数が 0.3 カラット。両耳でですね。こちらが
がライトブラウン茶ダイヤモンドっていうので無色透明ではない商品になってるんですけど、まあそんなに茶色っていうような感じじゃなくって、横に並べてこう比べないとあんまりその茶色感は感じないかなとは思います。ジュエリー好きですごくこうダイヤモンドの質にこだわりがある方にはちょっともしかすると合わないかもしれないですけれど、ちょっとしたお仕事でもずっとつけっぱなしにできるような一粒ダイヤのピアスが欲しいっていう方にはすごくもってこいかなと思います。私はこれを本当にもうずっとつけてて、やっぱりどんな服にも合わせやすいし、仕事の時でも使いやすい。あとはこういうモチーフタイプのネックレスとかと合わせる時にも気にせず使えるので、やっぱりこの一粒ダイヤのピアスっていうのは一番最初に買ってよかったなと思うし、まあいろんな高級ピアスもある中で、私は一粒ダイヤのピアスはまずはこのぐらいの価格帯で挑戦してよかったかなと思っています。さあ次、じゃーん、こちらアルハンブラのネックレス、はい絶対出てくると思ったと思うんですけれど、アルハンブラのネックレスです。かわいいね。たまにしょうもないコメントでアルハンブラ小さいですねみたいなどうでもいいコメントいただいたりするんですけれど、アルハンブラの中でも一番小さいスイートタイプのスイートサイズのネックレスになっていて、もうとっても小さいサイズのネックレスになっています。私はこの小ささが自分に合っているなと思ってて、とても気に入っていまして、いろんなジュエリーの中でもすごくわかりやすいモチーフタイプのネックレスなので、あんまり主張しすぎるよりはさりげなく、私はあんまりこうゴテゴテするよりもシンプルな服装が似合うようなタイプなので、そういうシンプル派でちょっとモチーフタイプのジュエリー欲しいなっていう方にもやっぱり使ってもらいやすいジュエリーかなと思います。このアルハンブラのネックレスのいいところは、このチェーンの部分がすごくキラキラっとしているので、首周りも綺麗に見えるし、やっぱりネックレスって向かい合った時に一番相手に見えやすいところでもあると思うので、やっぱりネックレス1個いいもの買ってよかったなと思ってます。まあただやっぱり分かりやすいからこそつけていく場所を迷ったりはする。正直会う友達がどういうタイプかとか、まあ親とか職場の知り合いがいるところとか、なんかそういう時はちょっと気使うところはあるかなと思います。このマザーオブパールっていうこの白蝶貝、白い石が顔を明るく見せてくれるような感じもあって、そこも可愛いなと思って愛用しています。という感じで、こうやってネックレスをですね、付け替えるのってすごくめんどくさいですよね。はい、そんなあなたに朗報です。こちら。パチーン。このマグネットでネックレスを付け替えられるようにするパーツ。こちらもベストバイです。これはトップレベルにベストバイ。元々のネックレスに、こうですね、これをつなげてですね、普通にネックレスみたいな感じで引っ掛けて、このマグネットのパーツ、ここだけを足して使っています。で、ここ18金とかではないんですけど、あんまり錆びたりしないし、ネックレスによってはお風呂の時もつけっぱにしてたりするんですけど、すごい錆びたりとか、そういうのもあんまり気にならず、大活躍しております。特にこのアルハンブラのネックレスってチェーンのところが黄色っぽいゴールドなので、このパーツのゴールドともすごい本当に全く一緒のようなカラーなので、浮かずにいいなと思っています。これがですね、サイズがいくつかある中の一番小さいサイズなんですけれど、このマグネットが筒状になっていて、ね、この穴の部分にすっぽりとポンと入るようなものになっているので、意外と強度があるし、間に髪の毛が挟まってパチンと取れてしまったりしないっていうところもすごくいい。これ本当になんか人生変わったなっていうぐらい、つまんで開けるようなものってネイルしてるから基本的に全部嫌いなんですけど、これがあるとネックレスの付け外しが辛すぎる問題が一気に解決するので、いろんなネックレスが使えるようになったなと思ってすごく楽しいなと。この付け替えるのがめんどくさいっていうのでネックレスあんまり好きじゃなかったんですけど、これを買ってネックレスいろいろ欲しいなと思うようになったし、なんならピアスとかより楽ちん。日焼け止め塗るときにパッと外して日焼け止め塗ってもう一回つけるとか、そういう風な感じで付け外しとかもしやすいし、本当に爪長い人こそ買ってほしいおすすめの
のアイテムです。お値段も1000円台なのでめちゃくちゃ安くって、私はネックレスごとにこれ買おうと思ってこの前また3つまとめ買いしたんですけど、そのぐらいやっぱいいですね。はい、じゃあ次。はい、こちらです。はい、私の宝物、カルティエのトリニティピアスです。かわいい。見てください、このプリプリ感。プリッとした地金のボリューム感が本当に可愛い。本当にこれ高いんですけれど、私はボリューム感があって、しっかりプリッとした感じが欲しかったので、一般的なサイズを購入しました。着用してる画像は、インスタグラムにも、ショート動画にもいろいろ載せてるので、ちょっとそちらも見てほしいなと思うんですけれど、購入した時ってまだピアス開けたてで付け替えられる状態でもない、試着すらできないような耳の状態の時に購入をしたんですけど、5月のゴールデンウィークぐらいに初めてちゃんと着用してお出かけをして、すっごく可愛くて、なんか私はあんまり顔の近くに大きいアイテムがあるのはあまり得意ではないんですけど、やっぱりこのトリニティは存在感はありますけど、あんまりこうギラつかない、プリッとした丸みの柔らかさがあるので、そんなにこういやらしい感じが出すぎず、あくまで品が残っている感じがすごく私的には使いやすいなと思いました。これは本当におばあちゃんになっても使えるなっていう、使ってる時のイメージも湧くし、なんなら年を重ねてからの方が良さが出てくるんじゃないかなと思ってるシリーズなので、値上がりが激しい今、早めに手に入れてよかったなと思っています。これも存在感が大きめなので、結構気合を入れてお出かけをする時とかに主に使うようなイメージでいるんですけれど、ずっと大切に長く愛用していって、おばあちゃんとかになったらデイリー使いしても可愛いかもな。今私は仕事中につけるとかはちょっと全然イメージ違うなと思うんですけど、こういう大ぶりなピアスが似合うような大人に成長していけたらなと思ったりもするので、末永く大切に使っていきたいなと思います。はい、じゃあだいぶ長くなって私も疲れてきたし、見てる方も疲れてきたかもしれませんが、ラストスパートいきたいと思います。じゃーん、ピーチジョンのブラトップインナーです。ですね、ベストバイで紹介したんですけど、もう品切れになってると思います。ピーチ・ジョンさん、これを動画を見ていただいて、ぜひ再販をお願いしたいなと思うんですけど、これが本当によくって、ちょっと今畳んでたのでシワシワ感があるかもしれないですけど、サテンの素材のインナーになってるので、これを1枚できて、インナー感が出すぎないっていうところが本当にいい。ユニクロとか GU とかのブラトップインナーだと、このパッドのところのヘタリ感がなんかホールド感のなさがすごく気になるんですけど、やっぱピーチジョン、下着ブランドということで、すごくこのパッドのところがしっかりしてるんです。パッドの下のところに、ゴムが入っているっていうのが多分ホールド感がしっかりある、漏れる感じがある理由かなと思うんですけど、ちゃんと支えられてる感があるっていうところが楽なんですけど甘えすぎないみたいな、しっかり支えてくれるっていうこの着心地の良さもすごく好き。こういうのってしっかり支えるに重きを置きすぎるとすごく今度は締め付けられてる感が苦しかったりするんですけど、私はそれもなくって本当にこれお気に入りで、一番使うのはこれを見せるような日、ピースのインナーとして1枚何かキャミを着たい、ブラヒも見したくないっていう時にも着れるし、これにカーディガンだけ羽織って本当にインナーとして見せるような着方をしたいっていう時とかにもいい。ドレープっぽい感じになってるので、本当にちょっとおしゃれな感じで着れるっていうのがものすごく魅力的な。インナーはつい何でもいいから安いものでっていう風に探しがちなんですけど、やっぱりピーチ・ジョンさんとかインナーブランドのアイテムってすごく使い心地がいいんだなっていう風に思ったので、今後インナー探す時はちょっと積極的にチェックしていきたいなと思っています。はい、じゃあ次。こちらジェラピケのパジャマシリーズです。これですね、たくさんに見えるかもしれないですけど、2種類。1つ目、これはたくさん動画にも着て出てるんですけど、この、なんだっけ、この犬種。名前ど忘れしちゃった。プードルじゃなくって、シュナウザーじゃなくって、マルチーズ？こんな感じで、ズボンは総柄になっていて、T シャツは枕で
一休み。ワンコ好きにはもってこいな T シャツ。水色のカラーってなかなか持ってないなと思って購入してみました。これは年始の購入品でご紹介をした長袖 T シャツなんですけれど、最近買ったばかりで、これの半袖バージョンまたしてもワンコシリーズ。なんか防具の表紙みたいな感じで、もうみんな済ましててすごく可愛いな。半袖でバターイエローみたいな、ベージュみたいなイエローカラーで、ズボン、こちらも総柄、ワンコがバーっと散らばっているパジャマになります。正直柄はその時期によって出てるものが違うと思うので、特にこの水色の方はもう同じもの売ってないかもしれないんですけど、私ちょっと今年このジェラピケの T シャツタイプのパジャマにハマってて、素材が少しひんやりする素材感なので熱くなりすぎない。これ本当に素材がもちもちしてて、すごくこう伸びるような感じなんですけど、ちゃんと張りがある、弾力があって、ベロンとダランとなりすぎないような素材が、やっぱりジェラピケのパジャマってすごいなって思うような感じです。すごくお気に入り。パジャマって結構服で着てたり、ライブで着てた T シャツをそのままパジャマにこう、最近使わなくなった服を着るみたいな、そういう風にしてたんですけど、パジャマとしての着心地を重視するとこんなになんか気持ちがいいんだっていうのを知った2026年上半期になりました。やっぱり夏とかも T シャツ、物によってはすごい暑い感じだったりしますけど、これはちょっと冷感接触でひんやりしてるので、夏の暑い夜とかにも着やすいし、本当になんかお家に帰ったらパジャマに着替えたいなって思うような、やっぱり着心地の良さが魅力的だなと思ってるので、ぜひ気になる方は店頭でこの素材触ってみてほしいなと思います。市販の T シャツとかと全然違くて、そこがすごく気持ちがいいので、なんかこれを買うようになってから、ちょっとユニクロとか GU のデザインはすごく可愛いけど、素材が普通の綿の T シャツとかを買うのをちょっとためらうようになったりしましたね。はい。金額はもちろんものすごくパジャマにしてはお高いなと思うんですけど、やっぱり物がいいとずっと着れるし、だいたい私ジェラピケ買うのって年始のセールの時とか年1回ぐらいなんですけど、今回は年始に買ったこの長袖が気に入りすぎて、柄も可愛かった半袖見つかったので、半袖も買ってみました。じゃあ次。じゃーん。こちら。これは最近買ったものなんですけど、カルディの梅エイドベース。これ今も飲んでるんですが、こんな感じで、もうだいぶ1時間ぐらい撮影してるので結構飲んだんですけど、氷入れて、この梅のベースを5分の1ぐらいかな、もうちょっとかな、入れて炭酸で割って混ぜて飲んでます。私こういうお家で飲める、こういう割る感じのドリンクってすごく好きでいろいろ買うんですけど、いつもカルディでレモネードベースみたいなものを買うんですけど、この前カルディに行ったら、梅の商品がすごくたくさん出てて、こちらを買ってみました。お家で梅つけて梅シロップとかされる方とか、梅酒が好きな方とかもなんか近いような感じの味になっています。もちろんノンアルコールだし、やっぱり夏は暑いから炭酸飲みたいけど、ビールとかコーラみたいな体に悪そうすぎるものもなっていう時とかにもちょうどいい。今年の夏たくさんまたリピ買いして飲むんじゃないかなと思ってます。お気に入りです。次。はい、じゃあ次最後かな。最後、取り入れてもらいやすいようなアイテムにしようと思って。ちょっと今日のお昼に半分食べたので、片方になってて、本当はこれの2倍のサイズになってます。和えるだけパスタソース。味が発酵バター風味の濃厚たらこクリーム。私的にはこれが今年一番美味しかったパスタソースかなと思います。たらこクリームとか明太クリームとかのパスタソースが大好きなんですけど、これはその中でもなんかすごくドロッと感がある。固形物感があるんですよね。サラサラしすぎてないっていうところが気に入ってて、ほんとたらこっぽさがあるような感じになってます。そして一番好きな麺は私これなんです。カルディで購入してるんですけど、フェットチーネかな、生パスタ。これカルディ食べたことない人、ぜひカルディ行ったら食べてみてください。個包装で1人分なのでちょっと贅沢な感じではあるんですけど、こういうもちもち系の太めの麺と
特に相性がいいなと思ってます。和えるだけパスタソースがあると本当に生活が楽になるので、パスタ麺とパスタソースはかなりの量ストックしてます。普通にスーパーに結構売ってるので、ぜひ見かけたら試してみてください。はい。ということで、たくさんお気に入りのアイテムご紹介してみました。いかがだったでしょうか？ちょっと今回はですね、私の中で空前の美肌ブーム、美容ブームということで、かなりスキンケアアイテムとか美容アイテムに偏った紹介になってたんじゃないかなと思うんですけど、美容に全振りした分結構節約してて、あんまり無駄なお買い物はしなかったかなと思ってます。やっぱり買い物の量も多いので、お洋服もいっぱい買ってはいるんですけど、もう今年上半期に買ったものを全部ベストバイとして紹介したいぐらいお気に入りのものばかり買えたなと思っているので、本当に紹介したいものがたくさんある中で、ちょっとえりすぐりのおすすめアイテムをご紹介してみました。で、さらにこの中で紹介しきれなかったものいくつかと、ちょっと失敗したなっていうものとかをまたメンバー限定で動画公開予定なので、ぜひそちらも楽しみにしていただけると嬉しいです。まだメンバー登録してないよっていう方も、これから登録していただくのももちろんお待ちしてますので、概要欄とかにも詳細あるのでチェックしてみてください。メンバー限定の方で今後の投稿スケジュールも公開してるんですけど、ちょっとやりたい動画がたくさんあって楽しんでもらえるんじゃないかなという動画もたくさん予定してるので、ぜひチャンネル登録もお願いします。はい、ということで、いつもすごく長い話になってしまいがちなんですけれど、最後まで見てくださって本当にありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。またねー。はい、久しぶりにおまけです。こちら、今日着てるお洋服可愛くないですか？これもベストバイなんです。お洋服はベストバイに入れないぞと思って、ちょっとご紹介はしなかったんですけど、こちら、今年の夏、コカで購入したブラウスで、まだ在庫があるショップもあるみたいなので、店頭探してみたりとか、あと概要欄、コメント欄にリンク貼ってるので、そちらもぜひ見てみてください。これ本当に可愛くって、洗濯機で丸洗いしても、アイロンかけずに着れるし、なんて言えばいいんだろう。この柄の感じが安っぽさなくないですか？すごく気に入ってます。こんな感じで、この隙間が開かないので、腕チラとか胸チラとか気にならないし、このところがですね、ちゃんとクシュッとゴムが入ってるので、こういうブラ紐みたいなのをしっかり中に入れて着るとぴょっこり出てきにくいんですよね。そこもすごくいいし、胸下切り替えなのでちょっとしたくびれ感も出るし、ふわっとしたこのボリュームな感じ、ボリューム袖な感じが腕とかも華奢に見せてくれたりするので、これが3000円ぐらいなので本当に買ってよかったなと思う。はい、ちょっと今日何着ようかなと思ってこちらのトップスで撮影してみました。実際お洋服めちゃくちゃおすすめあるんですよ、まだまだなんですけど、ちょっと季節外れのものもたくさんあるのでちょっとご紹介はしてないんですけど、ルックブックとかもたくさん公開してるので、ぜひそちらも見てみてください。ということで、また次の動画でお会いしましょう。